バレンタインデー、夫は刺激的なことを試そうと言い、没入型ロールプレイクラブに連れて行ってくれた。私に割り当てられた NPC は、美しい若い女性だった。彼女が夫と親密なシーンを演じている最中、涙を流しながら泣いていた。私はただの演技だと思った。だが彼女は本当に助けを求めて泣いていたのだ。正月が明けて間もなく、バレンタインデーがやってきた。それは私とリアムの結婚5周年の日でもあった。結婚後は生活が単調になりがちな他のカップルとは違い、私とリアムはデート時の刺激感と情熱を今でも保っていた。この情熱を維持する秘訣は2つだった。金銭と性生活における新しさへの追求。私たちはどちらも刺激的な生活を求める人間だから、自分たちの世界で生きることに慣れており、まだ子供を計画していなかった。だが、30代を迎えて私が疲労の兆しを見せ始めたのに対し、彼の欲望は依然として強いことは隠せなかった。その日、仕事帰りに私がキッチンで料理をしていると、彼はネクタイを緩め、背後から誘惑的に腰を抱きしめてきた。長年一緒にいるうちに、彼は私の敏感な箇所をすべて知っているので、私はすぐに彼の挑発に屈してしまった。ベイビー、今夜どこか連れて行くよ。きっと気に入ると彼はいたずらっぽく耳打ちした。私は顔をあからめてうなずき、突然思い出して頭をかしげて聞いた。ああ、リアム、今日お母さんから電話が来たわ。他の人が孫を抱えているのを羨ましがっていたの。私たちももう30歳だし、子供を作ることに反対はしないわ。もしが望むのなら。子供は欲しくないと彼は即座に話を遮り、口調は少し不機嫌だった。ハニー、数日後に避妊埋め込みを入れるって約束したじゃん？どうしたの？リアムが言う避妊埋め込みは、女性の腕の皮膚の下にホルモンを放出する器具を埋め込み、長期的に避妊する方法だ。私はかつて彼に性感結紮手術を提案したことがあるが、彼はそれで男らしい快感がなくなると言って拒否した。永遠に子供がいなくてもいいか確信が持てないので、埋め込み手術にはためらっていた。わかった。数日後に病院の予約を取る約束すると私は引きつり笑いでうなずいた。彼は興奮して私を抱きしめ、一度キスをして、早く準備してバレンタインデーを一緒に祝いに出かけようと促した。リアムが行っていた場所まで車で丸1時間半かかった。都心から遠いエンターテイメント地区にあり、午後9時にはネオンサインが閣外に目を引いていた。入るとすぐ、ホステスが笑顔でリアムにナンバータグを渡した。ライト氏、いらっしゃいました。ホステスの丁寧な態度から、彼とは相当知り合いらしい。夫は以前からよくここに来ていたのか？私の困惑を見て、リアムはこのバレンタインデーのサプライズのため、事前にスカウトしてきたと説明した。これは2回目だよ。ぜひに体験させたかったと彼は興奮して私の手を握った。スタッフの説明を聞くと、ここは没入型ロールプレイクラブで、複数のプレイヤーと NPC がチームを組んでリアルな没入シナリオを展開するというものだった。超リアルを売りにしているため、料金はかなり高額で、VIP 会員制を採用しており、会員ユーザーのみ受け入れていた。リアムが予約したシナリオはローズアイランドと名付けられており、覇気あふれる主人公がイヴァという若い女性を無人島に365回遊兵し、無理やりに恋をさせる話だった。説明を聞くだけで激しい内容だと感じた。私は興奮して夫について中に入った。スペースは広大で、10数人の NPC と他のプレイヤーがいた。隣の部屋から女性の悲鳴が聞こえてくる。突然少し不安になり、こんなにリアルなのかと思った。私のためらいを見たスタッフが提案した。こうしましょう。まず NPC をライト氏とシーンを演じさせて、あなたは横で見ていてください。
リアムは尋ねるような目で私を見た。私はうなずいた。いいわ、ハニー。が先に試して。演技の様子を見てるわ。言うと同時に、イバを演じる女優がゆっくりと出てきた。肌が白くて美しく、水色のスパゲッティストラップドレスを着ており、胸元がほんのり見えていた。豊満な体型が目を引く。私たちを見ると、すぐに恥ずかしそうな表情を浮かべた。まるで台本の中の恥ずかしがり屋の少女だった。ライト氏、始めましょうか？と彼女ははにかんで聞いた。よし、ベイビー、見てろ。どう演じるか見せてやるとリアムはうなずき、目は思わず彼女の雪のように白い胸に引き寄せられていた。私は突然不快に感じた。この若い女性はスレンダーな体型で18、19歳くらいに見えた。女性の勘が警鐘を鳴らしたが、それでも夫が中に入るのを見守った。ガラスのドア越しに中のゲームの進行をはっきりと見ることができた。NPC の俳優たちは皆非常にプロフェッショナルだった。夫は特に役に没頭しており、まるでその無敵のマフィアのボス本人だった。激しいシーンになると彼とイバは衝突した。そしてリアムは彼女を荒れた地面に押し倒した。これは二人だけのシーンで、他の NPC はすべて退場していた。薄暗い照明で中で何が本当に起こっているのか見分けがつかなかった。私は眼前でも連れ合う男女を見つめた。女性の雪のように白い足が空中で激しくバタついていた。恐ろしい助けを求める叫び声が起伏していた。逃げるな、逃げるな。また逃げたら足を折ってやるぞ、わかったか？そして夫の獰猛な叫び声は、まるで本当に役に入りきっているかのように非常にリアルだった。お願いだから助けて。若い女性は私の存在に気づいたらしく、頑張って私を見た。乱れた髪が濡れた肌に張り付いていた。そのかわいそうな表情は、まるで私に助けを請っているかのようだった。演技があまりにリアルだったので、私は必死にスタッフにカット。と叫ぶように頼んだが、スタッフは一旦始まったら中断できないと言った。慌てて私は直接メインの電源スイッチに行き、引き抜くとクラブ全体の電気が消えた。真っ暗な15分間に何が起こったのかわからない。中から女性の悲しいうめき声だけが聞こえてきた。リアムが出てくると、まだ欲求不満な表情をして私に文句を言った。ベイビー、なんで電源を切ったんだ？急いでどうしたの？私は演技があまりにリアルで、見ていて怖くなってカットを叫んだけど、止まってくれなかったのと言った。すぐ後、若い女性も出てきた。目は赤く腫れていて、服は乱れており、足さえ震えていた。私は思わず疑念を抱いた。中で本当に何かしちゃったの？それで急いで彼女を止めた。大丈夫？怪我してない？今度ははっきりと彼女のネームタグを見ることができ、ローズと書かれていた。ローズは少し驚いた表情で私を見た。いいえ、全部台本通りです。ライト氏、すごく役に入りきっていましたね。ガラスのドアの後ろで恐怖に耐えていた姿とは違い、今は平然とした態度をしているのを見て、私は困惑した。私はローズがまっすぐ奥に向かうのを見た。彼女の目は一瞬、夫の目と合ったが、驚いたかのようにすぐにそらした。私が勝手にクラブのメイン電源を切ったため、多くのプレイヤーがシナリオを中断せざるを得なくなり、補償を要求してきた。結果、私はクラブに相当額の代金を支払わなければならなかった。私がクラブで謝罪と補償をしている間、リアムは隅でタバコを吸っていた。だが彼は普段、タバコを吸わない。その習慣は私には再帰的に馴染み深かった性行為後のタバコだった。このバレンタインデーは私にとって非常に不愉快なものだった。
キャンドルライトディナーの興味さえ失って、夜は突然終わった。私と夫の年収合計は20万ドル以上あり、結婚住宅として一軒家に住んでいる。経済的には相当豊かな生活をしていた。論理的には裕福な主婦として最も心配いらずな生活をしているのだから、彼の行動を見て見ぬふりをすればいいはずだった。だが私は恋愛関係における不貞行為に激しい嫌悪感を持っていた。その夜、目を閉じると、その悲惨な叫び声がずっと頭に浮かび、寝返りを打ち続けて眠れなかった。リアムは私がゲームに耐えられないことを責め、ドタキャンを始め、連続して数日間下に帰らなくなった。落ち込んだ私は、親友にこのことを話しに行った。友達はリラックスしてと言った。男はいつも新しい刺激を求めるものだからね。しかも、が合法的なロールプレイクラブだって言ったんだから、違法なことはないでしょう。私はため息をつき、避妊埋め込み手術のことで病院に連絡したことを話した。夫との緊張関係を和らげることを願っていた。リアムが強く望んだんだ。医者は、私がまだ若いこと、本当に一生子供を作らないか考え直すよう勧めたわ。友達は驚いて、生殖能力が正常な男でそんな考えを持つのは珍しいと言った。彼女はもう一度夫とコミュニケーションを取るよう提案した。私の心は沈んだ。彼はただ責任を回避しているのか、それとも本当に私と子供を作りたくないのか？最近、リアムはよく夜帰宅しなくなった。私は密かに彼のウーバーの緊急連絡先共有位置情報と請求書共有を設定した。その結果、彼が勤務日に数回10キロ以上の長距離移動をしていること、また複数の大口振込記録があることを発見した。彼が行った場所は、ほとんどが大型ショッピングモールだった。疑念を抱いた私は、その夜リアムに問い詰めることを計画した。彼が帰宅すると大きく抱きしめて、3カラットの台、